痛いけど最後です。悪いことしてねえで。はい、皆さんこんにちは。リアバンパー修繕の続きです。新しいしま板をカットして裏カバーの新規製作、テールランプも新しいのを取り付けます。それでは作業開始。作ったんよそれこのティグのトーチをこう溶接するときにどこをこうかなってなるけ、シャッて置けれん、置けれんが置けれん置くとこ欲しいなと思う。このクランプなんか600円ぐらいだったけど、移動ができる。そうそう。古いしま板は歪んでいるのでコーナー部分だけ型を取ります。こうなったんやな。ここインドル系。こうでな。バンパーがぶつけた衝撃で微妙に歪んでるので現物に合わせて削っていきます。何度も確認しながらすり合わせしました。カットができたらネジ穴開けてサラビス用の座繰りをしていきます。あれれあれで電池2パックあるんですか？それ電池5パックある。でもこれリチウムじゃないんです。日課度なんです。日課度って懐かしくね？こう溶接して埋めて、裏カバーの板を普通に貼ると横から板の断面が見えるのが気になります。剣豪でいいか。剣豪でいいんじゃない？メモリが見える。老眼鏡であって何ここでいいんだ。採寸してステンレスの板のカットをメルカリで頼みました。裏のアングルが見えるようになるので頑張って磨いていきます。そしてそれの後にこれの120。いらないネジ穴は溶接で埋めてしまいます。それで前段階でついたこの筋が消えるまで。で今こうついとるけ、こう向きで吸ったら分かりやすいかも。でこう吸って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 って段階変えていくときに向きを変えたら分かりやすいよ、この傷が消えとるかどうかが。綺麗なの。まあこれらはまだ全然傷がついてるんで、これが消えるまで。消えるまで。まあ新しいのとか新しいの。まだやるけど。
新しいのいったら違うんだよ。中でんな。もう120がこれしかねかった。あと220。上220、これ120。120。穴はの中。このやつでする。ちゃんともうその光線の光量がダメみたいな。すぐ目が痛くなる。でも弱えじゃろ。いや、ちょっと見ただけでな。アークのは別に反応せんのだけど、これはちょっとなんかすぐ目が痛い。これの方が弱えん。弱え、暗いよ。暗いん。アーク溶接の面でこれ見ても見えんもん。溶接しおるとこが。でもなんかこれ青白い光するがん。ダイレクトに見たら。いやでもアークのやつをダイレクトに少々見たっていうのも意図にならんけどなんかこれは反応そうにわしの目が塩分補給。熱中飴じゃねえか。熱中飴じゃね脱水飴とも言うけどねなんでそれ。喉がカラカラになる体内にはええんかもしれんけど。モノタロウのな梅味のなんで塩分飴があるんよ。あれが美味しい塩分取りすぎない。おいま血圧上がるで美味しいなこれ。なかなかですな、この表面まで行くのは。じゃあから大変じゃ言ったでしょう。じゃあからもうこっちはちょっと光っとるけど筋が残ってますな。もう一遍磨きましょうかな。ここで妥協するかになってくる。これはダメですなもう一回磨きます。興味本位で手を出したらいけんとこかもしれない。なんでもそういうのは酒もタバコも興味本位で手出していけんが。経験だよな7月ですけど、28失敗を恐れるなんかいつも会うとるよな、なんか失敗を恐れる。面は磨きょうって気持ちいいけど、ハンドルのところが難しい。でもここも板張っとったけ砂利カンドル系つぶつぶになってなってるな。肌荒れになってる。鱗がねえってなってな。もう磨きにしたわ。どこの在庫がねえよ。そう。角の面取りぐらいでいいから、これはちょっとお耳
segnamiamo ここが90度出てねえやな、斜めになってるところ、上は入っとるけ、上床下か、こう削ろうか。真ん中はもう裏から毛がいてこの穴使えばいいんじゃろ。この細い板を中に入れて溶接します。これ等間隔に意外といかんな、適当にいきゃいいじゃろうって思う。ここはもうセンスの見せ所で。センスはねえなタイムじゃな。さあ8月にネクラにはいけんな、そういう。今日は何でしょうね。っていうこと書いてあるか8月。今日は優しい言葉でって書いてあるから。先生の場合は言葉を発さずに怒るから言葉とかいう問題じゃねえんだよ。何を言おうかなって考えるだけじゃない。ほんまかな。言葉が選べんだけじゃない。それで無口になる。こういう場合はどういや面白いかな。それが一番怖いけど逆にそっちの方が怖いけど。ちょっと当たって入らない部分は削りました。入った。入った。よっしゃ。見えるところの焼けを取ります。送りたいけど最後です。あ、角削ってに。これは新品テールランプです。シリコンオフで脱し、そして塗装しておきます。二重構造のレンズの間に水が入るのでコーキングしておきます。全部ステンレスのネジに変えて取り付けました。ランプがついたら配線です。いつもの防水圧着スリーブを使いました。
分岐するようなところもまとめて圧着したらヒートガンで熱します。収縮すると樹脂が密着して防水してくれるようです。ギボシみたいに脱着はできませんが、腐食して接触不良とかは嫌ですよね。テールランプ外すような時にはもう切ればいいでしょう。コルゲートチューブでいい仕事しました。配線止め金具を貼って固定すればいいんだけど、剥がれて配線が垂れ下がるとかっこ悪いので、もう穴開けて結束バンドで縛ります。下から上に穴開けるのってやりにくいなぁ。インチキします。こりゃ楽だ。安定化電源で点灯チェックします。いろんな点灯パターン試してもアース不良等はないですね。ほらできたで。俺の方が早いで。終わった？うん。モザイクかけとってる顔。あ、そう。うん。追われとる。あ、誰にな。わしは悪いことしてねえで。指名手配。指名手配オイルマーカー直った。結局ブラシだった。スイッチが悪いからな。チェリーテールは表にネジがないので、バック灯部分は全ばらししないと弾が出てきません。スイッチが多分ええやん。当たりおらんのんよ、オンにしても。ぐにゃぐにゃ。任したんじゃぐにゃぐにゃってしたら、つい。ラーメンの汁任したんだよ。おまけがついてくるやつ、このバルブは。今回なかったです。いつも1個か2個ついたんだけど。 5個しか買ってね怒ったよ、もっと買えって。5個じゃ使わんわ。じゃあ裏カバーつけて完成です。